こんにちは。今日はデニッシュチョコパンということでめちゃくちゃ美味しいのできました。でね、可愛い成形もねちょっと今ハマってるやつがあるのでやっていきたいと思います。材料はねスーパーで買ってきました。全然こだわりなしなので何でもお好きなものでいいかなと思います。バターもね有塩バターで大丈夫って私が勝手に決めることじゃないけど勝手に決めんといてっていう話ですけど気になる人は無塩でやっていただいて、私はもう有塩でやっていきますね。で、今日のこの生地にはチョコがねすっごく合うので、なので今日ねデニッシュチョコパンにしようと思ったんですけど、この板チョコ1枚 50g でだいたい 50g 入れると美味しいかなと思います。今日これ1枚入れていきます。ナッツはね今日お家にあったので入れますけど、入れても入れなくても、他に好きなものがあれば入れても入れなくてもそりゃそうよ好きなやつ入れてくださいで、今日ねその可愛い成形をこのパウンド型でやりたいと思いますね。でもこの100均のボロボロのこれ昔セリアで買いました。今キャンドゥで売ってるステンレス製のパウンド型になりまして、本当はやっぱりね熱の通りのいいブリキとかねアルタイトとかいろいろあると思うんですけど、そういう方の方がやっぱり上手に焼けるかなと思いますが、私はちょっとこれで今日はやっていきますね。でこのねサイズだけちょっと注意が必要で、18センチでパウンド型ってなんか基本サイズがあるから、この18センチのパウンド型っていうとだいたいこのサイズになるみたいなんですけど、この高さね、セリアにこの高さが半分ぐらいのなんかミニパウンド型っていうのが売ってるから、それじゃなくてそれだと小さいので、この高さがしっかり6センチある普通のサイズのパウンド型で今日はやっていこうと思いますね。では温かい日の生地作りということで始めてまいりましょう。今日ね発酵の具合にだけちょっと気をつけて発酵しすぎないように、やっていこうかなと思いますね。お水の温度とか量とかは全部冬場と一緒なんですけど、このイーストだけちょっと気持ち少なめに入れていい塩梅に、なったらいいかなと思います。冬場は 3g 入れてたんですけど、今日ね 2g でやりますね。2g はやっぱりこの変なサイクルにどんどんドライイーストがなってくるからあれ冷凍庫に入れてさまた次 3g 使うってなったら変なことになって嫌なんですけど、過発酵にだけね気をつけて生地がしなしなとなっちゃうと思うので、やっていきますね。でボウルで生地作りやっていくんですが、さっきの18センチのパウンド型ね、あれだいたいねいろんなレシピ見てると 150g ぐらいの粉でみんな作ってはるんですけど、私今日ね 180g でやっていきます。なんでかって言ったら、このねなんかこのパウンド型に対して今日やる成形がちょっとこのなんていうのこんもりしてる方が可愛く見えたんですよね。なんかこの生地の量の感じとかね、なので今日 180g でやっていきますね。でお塩は今日有塩バター使ってるので 1g ぐらい少なめに入れて 2g にしました。でお水を合わせまして、だいたいひとまとまりになるぐらいまでですかね。1分半混ぜていきます。いいですかね。こんくらいになりましたら次手でいきますね。でバターを入れていくんですけど、今日ね折り込みをするからバターをここにも入れなあかんっていう話なんですけど、ここのバターはやっぱり生地が伸ばしやすくなるので入れる方が私はおすすめです。好きにやってもらったらとは思いますけど私は入れた方がいいかなと。でだいたいこのボウルがねつるっとするくらいまでこねまして、
3、4分ですかね。で生地の方は割とベタっとしてても大丈夫なので、この状態になったらラップをしまして、で15分置いていきます。でその間にバターシートを作っていきます。今日はねバターを 40g、 39ですけど40g ぐらいね使います。60g ぐらい入れるとやっぱり本格的で美味しいかなとは思うんですけど、今日気温22度ありまして、あんまり量が多いと難しいので、美味しくて作りやすいいい塩梅 40g ぐらいなので、私にとってはで作っていきます。で6枚に、厚みバラバラで全然大丈夫なので6枚にスライスして、それを長方形に並べる。でぴっちり包むですね。そしたらだいたい手のひらサイズぐらいになると思うので、多少大きさ違っても全然大丈夫なので、これでめっちゃ適当ですけど、これでよしとしまして、で冷蔵しておきますね。では15分経ちましたら、こんな感じで結構ねベタっとしてると思うので、これをねつるっとさせていきます。表面を叩いて中に入れる。ね、こんな感じで結構ベタっとしてると思うんですけど、全然焦らずに1分ぐらいやってたらねつるっとしてくると思うので、このボウルからスッと離れるようになって、で表面がつるっとしたらこれで OK ですね。で発酵させていくんですけど、今日はね 1.5 倍に膨らましたくて、1.5 倍ってでも難しい、見て1.5 倍になったなってなるの難しいんでね適当で大丈夫です常温で、60分ぐらい置きました。で自分の感覚で、もうこんぐらいでいいかなと思ったら大丈夫と思いますが、ボウルからこうやって生地を取り出す時にベタっとしてたら、もうちょっと待った方がいいのかなと思いますね。なんかこうスッと取れたらもう私はよしとしておりますね。ではバターを包んでいくんですが、まずこのバターシート2枚分くらいの大きさに広げていく。いいですね。全然綺麗じゃなくて大丈夫なので、ここでちょっと整えまして、でバターがはみ出してきたら嫌なので、ちょっと端っこねもうちょっと隙間を開けますね。これぐらい開いてたらいいかなと思います。で包んでいく。これで OK ですね。大きさとかなんかその材料とかね、量とか日によって多少違うとは思うんですけど、適当でいきますで今日は三つ折りを3回したいけど、やっぱりあったかくなってきたので無理そうなら2回で、無理せずにちょっと様子見ながらやっていきます。でまず1回目なんですけど、このね手のひら3つ分くらい、だいたいこれくらい、もう長さとか測らないのでだいたいそれくらいになるように、まずこの伸びにくい縦方向から、こっちの方が伸びにくいのでこっちから伸ばしまして、で次横ですねに伸ばしていきます。でこのもう3つ分くらいになりましたら三つ折りですね。はい、これで1回目完了です。
で2回目も全く同じことをしていきまして、この横向きに長財布の向きに置きまして、でまたこの3つ分目安に伸ばしていく。まずは縦方向からですね。いいですね。端っことかなんかこのジャミジャミっとなってますけど、もうこんなんね、最終的に中行くんで全然気にせずにとにかくバターがね、なんかはみ出してこないようにだけ気をつけて伸ばしていく。で3つ分くらいになったら三つ折りですね。でここまで来たらちょっとベタついてると思うので一回冷蔵します。なんかね、冷蔵するのってちょっとめんどくさってね、なんか私ずっと思ってたんだけど、結局冷蔵するとなんか上手にできるので、なんかね、美味しくできる近道なのかなと思って、最近はねちゃんと冷蔵して作ってます。でその間にちょっといろいろ準備したくて、まず型にね油を塗っていきます。この100均ヘナチョコパウンド型ちょっと言葉がヘナチョコって失礼かなと思ったけどヘナチョコパウンド型にはバターが一番くっつかないので、私はねバターを塗りますね。たっぷり塗ります。で具材はね細かめに刻んでおきました。では冷蔵庫から取り出してまいりまして、3回目折り込めそうならこの横向きに長財布の向きに置きまして、で折り込みはもう2回で終了。次成形に進むっていう時は縦向きに置いて成形に進みますね。で私はもう1回なんか今日ねいけそうだったので3回目折り込みしていきます。まず縦方向に伸ばして次横に伸ばしていく。でねちょっとバターがねはみ出してきちゃいましたので粉をしましてごまかしていく。もうねごまかしでベタっとしたらこなして、バター出てきたらこなしてやっていいですね。で三つ折り、これで3回目も終了ですね。で折り込み2回の時はここで合流してやっていきます。では今日のね私のハマってる可愛い成形やっていきますね。横18センチの縦35なんですけど、いけそうならもっともっと長く40センチぐらい伸ばすと綺麗かと思います。横の幅はパウンド型の幅ですね。18センチに伸ばしていく。でこのジャミジャミの方じゃない方、こっち向きの方がやっぱり伸びにくいので、この伸びにくい方を18センチにまず伸ばしていきます。で次35センチの方に伸ばしていくんですけど、ここやっぱりもう生地がベタついたり硬くなったりしてちょっと難しいと思うので丁寧にやっていきました。こなしながらね。でこのね厚みが均等、全部同じ厚みの方がやっぱり綺麗にできると思うので、こう触っていい塩梅にしましたでまずね上半分にフィリングをのせていく。大体で全然大丈夫です。で巻いていきますね。ちょっとしまいまして、いいですね。でねこっから可愛いんですね。まずこの下半分を3等分で、
こんにゃく成形みたいにしたいので、これ全部切ってしまわずに真ん中だけ切れ目を入れていく。でもう一度巻くもう一度巻いてください。はい、ちょっと失礼しますね。はい。でこの上から中に入れる感じで1回2回ですね、このねじねじをちょっと調整しながら2回巻いて、でね、ここのねじねじが太い方が私は可愛いと思うので、あんまり力を入れたりすると生地が伸びてきちゃって細くなると思うので、私はねこの結構優しめに、太く残せるように巻いていく。そうこれがね粉の量が最初に言ってた 150g で作るとちょっとね細くなって、なんか 180g が可愛かったんですよね。でね、今からこれを巻いていくんだけど、このねじねじがこの位置にあるよりちょっと中に寄った方がもうこの辺私の無駄なこだわりですけど、ちょっと中にいた方が可愛いかなと思ったので、ちょっと中に寄せまして、で巻いていく。いいやんかね、可愛いですね。でちょっと失礼しまして、でね、この巻き終わり、ここがもうちょっと巻き込めてる方がいいですね。真下に来るよりさらに巻き込めてる方がこのねじねじが浮いてこないと思うので、今日ちょっとねできてないですね。生地が短かったので足らなかった感がありますね。本当はもうちょっと巻き込めてる方がいいかなと思います。こんな感じにできました。いいですね。で今日発酵なんですけど、型いっぱいに膨らむまででね、見たらわかると思うんですけど、なんかねふっくらしてくると思うんで、今ちょっと硬い感じだと思うんですけど、ちょっとこのふっくらするまで待っていきます。でその間にオーブン予熱20分前ぐらいから始めました。画面じゃあんま分からんですかね。なんかふっくらする感じになってたらよしとしまして、今日は50分ぐらいですかね、待ちました。で牛乳塗って焼いていきます。この弱々ステンレス型はやっぱり火の通りが悪いので、ちょっと高めの温度長めの時間で焼いていきました。で縮んじゃうというかね、中がへこんじゃうのですぐ取り出していきたかったんですけれども、とんでもなく今日はくっつきましたねあんなにできました。あんなにバターなんですねとか言ってね、バターたっぷり塗りましたが、とりあえず見て、ここいいね、めちゃくちゃいいね。ここねちょっとね焦げちゃいました。アルミホイルをねかけて焼くといいですね。ただこのね、なんかすごいね、いいですよね。ただなんかな、ぶつかりはったんやろうな、なんかな怪我してないといいけどなへこんでもうてな
ちょっとね今日ねいつもよりくっついちゃったね。で取り出す時にね手間取ってへこんじゃいましたね。ただよ、ちょっとねチョコが固まってなくてそんなに綺麗な断面じゃないんですけど、このねわかりますか？そう端っこはサクサクで中はしっとりしてて、100均ね確かに焼き色はいつもこのつかないんですね。ただもう少しいつも戦えてます今日はちょっと特にうまくいかなかったですね。ちょっとボロボロになっちゃいましたね。ただこのね美味しさはね、このしっとり感とパリパリ感、これはね上手にできると思うのでいただきます。もうねめちゃくちゃ美味しいのちょっとこの今いいとこだけ映してるけどめちゃくちゃ美味しくてチョコがすっごく合うのでおすすめです。しっとり生地とパリパリ食感、そして端っこサクサク、めちゃくちゃ美味しいのでもしよかったら作ってみてほしいなと思いますね。すいません今日は長くなりましたのでこの辺にいたしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。